さんこんにちは。 USJ におって暗黒面にございます。つまみまです。はい、本日はね6月7日ですね。はい、前回のジョーズに続いて今日もねこちらシネマナイトピクニックで映画がね上映されるということで、はい、今日のね演目はズバリ名作ジュラシックパークですよ。はい、もうこれはね見に来んなあかんやろっていうことで来たんですけど、雨降ってるんですよね。はい。まあむしろ絶好のジュラシックパーク日和っていうことで、はい。そんなことは1ミリも思ってないんけどね。ということで、はい。映画ね、見ようと思います。はい。ほんでちょっと帰りたい。ということで今回はシネマナイトピクニックの第2弾ジュラシックパークをレポートしていきます。こちらのイベントは6月28日まで開催しますが、各作品の上映はいずれも1日限定ですので、今回紹介したノウハウが今後何かに活かされることは特にないです。ただ、USJ の歴史上、重要なイベントだと確信しているため、アーカイブとして残す意味で撮影してます。本日の天気は雨。いやー雨ですよ。6月の日本が雨だらけというのはオセアニアじゃ常識なんだよということくらい USJ も知ってると思ってましたが、あいにくの天気です。まあジュラシックパークは劇中でも雨が降っているので、これはむしろ没入感が増していいかもしれません。そんなことは本音1ミリも思ってませんが、軽口でも言わないとやってられないようです。文句言いながらも上映の15分前のグラマシーパークに来ました。で、全然誰もおらんやんけ。まあそりゃそうですよね。ちなみにここから人が増えることは一切ないどころか、さらにこそっと減ります。もしかしたら近隣の建物の軒下に避難してみた方もいるかもですが、いずれにせよ数えるほどです。一応雨対策も兼ねて、今日はネトリーの仮装できました。はっきり言って、もう帰りたいです。なんで雨の中、映画見ないとあかんねん。はい。ということで、これもうすぐね、始まるんで、座んの嫌やな、ここ。お尻がすっごいじんわり濡れてく。ということで上映スタート。例によって会場では撮影は OK だがスクリーンは撮るなという注意事項が述べられます。こんな雨の中自撮りしてるやつなんてマジでアージだけですけどね。はい、ということでね、始まりましたよ。ロゴがかっこいいっすね。ちょっとメガネが、伊達メガネなんですけど、これ、濡れてめんどくさいんで外しときます。すごい。何かはわからないけど、何かやばいものを運んでるみたいな、そういう感じのがわかるようになってましたよね。確かね、原作小説の方もね、なんか一番最初だけは何かわからないけど、何かが起きてるみたいな、なんかそういう感じの、なんか負傷者が出たみたいな、そういう感じの筋書きから始まってたと思いますけど、この警備員が持ってるね、スパスと、あと、柄の長いスタンガン、これが非常にね、いいっすね。はい、ということでね、このね、USJ でもおなじみのね、コンテナが出てきましたね。はい、このラプトルを収容するですね、施設はラプターペンっていう名前でですね、USJ のジュラシックパークズライドにも再現はされてるんですけど、カラーリングがね、なぜか日本だけ映画とはちょっと違うようになってるんでね、まあそれはね、USJ オリジナルのね、良さかなって思うんですけどね。はい、今ね、コンテナね、扉をね、開けてます。いつもなんですけど、なんでここだけ手動なんですかね。意味わからないんですけど、ラプトルの声もすっごいかっこいいよね。シューターシューターっていうか、18時過ぎたら雨小雨になってくるっていう方やったけど、全然強くなる一方やけどね。この恐竜のさ、骨をさ、ハケでさ使って発掘するってさ、すごいさ、ロマンあるよね。昔さ、なんか恐竜発掘キットみたいなさ、なんかそういうやつあったやん。そういうのわざとね、ハンマーじゃなくってね、歯ブラシとか使ってね、ちょっとずつ削って遊んだの覚えてます。それとかさ、その完成した恐竜の骨格の模型に、そのガーゼを巻いて、ボンドで固めて、みたいな、そうやって運ぶみたいな、なんかそういうね、遊びもやったりしてましたよね。サトラー博士とグラント博士。体長は約 2.7 メートル。さあ、これさ、コンピューター音痴で片付けていい問題じゃないと思うねんけどな。だって明らかにやばいやん博士。音痴とかいうレベルちゃうやろ。でかい七面鳥みたい。
この映画めちゃめちゃ面白いのがさ、グラント博士がさ、前半結構大人げなくて、子供を怖がらせるの大好きおじさんなんよね。いや、まあ中盤っていうか割と終盤あたりまでそうやねんけど、これ昔からずっと気になってたけど、ハモンドはどうやってトレーラーまで行ったんよね。ハモンドさんはあれなんですよね、グラント博士たちの発掘現場のあれなんですよ、スポンサーなんですよね。リチャード・アッテンボロー、あともう一回くらい映画で出てほしかったけどね。まあ、綺麗な幕引きといえばそうやねんけどね。もうでもズボンがびしょびしょすぎてやばい。ジュラシック・パークはめっちゃ好きな映画やよ。めっちゃ好きな映画やけど、さすがにこんなに雨強いのやったらちょっと見たくなかったかも。ちなみにね、ジョーズの時にね、ベタ褒めしてたね、音響の環境なんですけど、今日はね、かなり最悪ですね。多分ね、音自体はね、ジョーズに引き続きだいぶ綺麗なんですけど、とにかく雨の音がうるさい。しかも周りみんなね、傘とかカッパとか着てるから、その反射音とかも相まってめちゃめちゃうるさい。ちょっと今日はね、あんまり映画を見てるっていう実感がないんで、ちょっと早く雨やんでほしいね。いやー、発掘現場ってね、とにかくお金集めるのが大変らしいから、これはもう嬉しいに決まってるやんって感じだけどね。あ、ドジスンが出てきた。このね、ドジスンね、登場シーンも最高に面白いんですよね。扉閉めてかへんの。運転手がね、ちょっとイラつきながら扉閉めるのがね、もう初登場としては最高っすね。ちなみに新たなる支配者まで出番一切ないけどね。メドリーってなんでこんなキャラクターとして人気あんねやろね。なんかどこか憎めないところあるよね。ドジスン、ここにいるな、ドジスンじゃないか。ここのやりとりほんまに大好きやけどね。ちなみにね、アーシャーね、以前ね、ここのシーンのモノマネのショート動画をアップしてるんで、興味あったら見てください。これ税関検査で取るはずだって言ってるけど、通るかな。通るじゃんね。保安体制とかも結構緩いから通るか。ここのクリームをね、人が食べてる料理になすりつけるシーン、ほんま大好きで。もうジュラシックパークはね、コマンドと同じようにね、もう、名シーンばっかりですからね。コマンドは名台詞ばっかりって感じの映画ですけど、ジュラシックパークは名シーンばっかりって感じですね。何を話してんのって感じだけど。だってもう、そろそろカメラ一旦止めたいなって思ってるのに、止めるいとまが全然ないもんね。マルコム博士はなんで呼ばれたんやろね、数学博士。かっこいいシーン始まる。でんでれんで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 ん、もうかっこいい。いやもうここのシーンはほんまにかっこいい。もうジュラシックシリーズが今後何作作られたとしてもこのシーンを超えることはできない。まだブラキオサウルスすら出てないんだけどね。グラント博士のシートベルトだけがどっちも差し込み口っていうね。どんだけ機械音痴やねんっていう。いやもう機械音痴とかっていう次元話じゃないねんけどね。はい。で、結局ね、両方結んで解決するっていうね。実のこと言うとね、ここのシーンはジュラシックパークのテーマそのものなんじゃないかっていう風に、深読みというか、噂されててですね。だからシートベルトが今、どっちも差し込み口なわけじゃないですか。どっちも差し込み口のものを、グラント博士は無理やり結んで解決したじゃないですか。だから、ジュラシックパークの恐竜っていうのはメスしかいないから繁殖はしないって言われてたんですけどね。だから卑猥な話をすると差し込み口しかない状態なのに、己らで工夫して子孫を残す道っていうのを
見つけてしまったわけですね。そのシーンを表してるんじゃないかっていう深読み考察があります。はい。ここのシーンも大好き。フェンス越しにね、ヘリコプターが登っていくシーンですね。なんかね、僕基本的にね、実存時アングルとかもそうですけど、被写体に対して、被写体とは別の何かを手前に挟むみたいなアングル大好きなんですよね。この高圧フェンス、ただならぬ雰囲気がありますね。ここのね、ジープで向かってるシーンね、本編ではカットされてるんですけどね、サトラー博士がですね、古代の植物を拾うっていうシーンがね、あるんですね。はい。次のシーンでね、いつの間にかゲットしてるんですけどね。そうそう。このジュラシックパークの一応の主目的は、専門家からの推薦状を取るってことですからね。はい。この後のシーンでだんだんね、気になってくるんですけど、これだけ大きなテーマパークで情報漏洩とか一切起きてないのってめちゃめちゃすごいよね。さっき冒頭でね、ドジスンたちがね、バイオ新社ですね、バイオ新社のドジスンがついに嗅ぎつけてしまったみたいな感じのシーンで映ってましたけど、ついにもクソも今までむしろよう漏れんかったなっていう。もうジュラシックパーク、息継ぐ間もなく、本当に名シーンの大構成みたいな映画ですからね。かわいいブラキオサウルス。かわいいのな。お前ディロフサウルスか。ここのシーンは当然 CG ですけど、本当に恐竜を見て興奮してるって感じすごいですからね。このサムニールたちの演技がね、実際は何もないところに指さして興奮してるとは思えないですね。来た、大興奮のタイトル回収。はい、本作最初で最後のパラサウロフスの登場シーンです。はい。テレンテ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 テレンテンテン。はい、ビジターセンター。これほんまにデザインかっこいいよね。ほんでもってこのビジターセンターね、今ね、セットが変わったんですね。さっきまではですね、屋外セット、ファサードだったんですけど、今、室内に入るシーンは、スタジオの中に組まれた屋内セットなんですね。はい。実はね、USJ の、セットファサードをよく見てもらうと、窓の中とかが結構ね、いい加減にしか作ってないことが多いんですね。これって、意図的にそうした手抜きなんですよ。映画の撮影セットっていうのは基本的に外観用のセットと、屋内シーンは別々に作るんですよね。はい。外観も屋内も全部一つになってるセットってないんですよ。はい。だから今のビジターセンターのシーンもですね、2つセットがね、用意されてるっていうわけですね。屋外用のハリボテと室内用のハリボテ、別々の場所に作ってます。このアトラクションのシーン、実際ジュラシックパークがもしオープンしてたら、なんやろ、USJ のクルーさんみたいなテンションの人が、皆さんこんにちはとか言って、あ、ハーモンドさんじゃないですかとか言って、ちょっと血を一滴分けてもらえますかみたいな、そういう感じのフレッシュをやる人やったんですかね。出た、ミスター DNA。昔はアトラクションでも登場してましたよね。某ゴマスリクソバードができてから、その映像は撤去されちゃいましたけど。そうそう、ジュラシックパークの恐竜の DNA は、琥珀の中の蚊から集めてるんですね。最近になってようやくね、USJ のアトモス、だからそのストリートショーでもね、そのことを触れるようになって、今ではね、琥珀の中に閉じ込められた蚊のね、模型なんかもね、キャストさんが見せてくれるっていう、そういったサプライズもあって、すごいね、ちょっとずつやけど、USJ のエリアも、映画に寄せてきてるって感じがあるんですけどね。このセーフティーバー、
USJ のクルーさんが見たら発狂するやろね。自動で降りるって。セーフティーバーはね、基本的に手動で降ろさないといけないっていう決まりがありますんで、自動ならロックだけですね。なんでね、自動のね、セーフティーバーってね、ないのかっていうとね、足挟みって呼ばれる、ゲストが単に足挟むっていうだけのもんですけど、そういったトラブルがですね、頻発するんで、あくまでセーフティーバーを下げたのがゲスト、もしくはクルーさんっていう風にやらないとダメなんですね。セーフティーバー、力合わせただけで開けれるのおかしいやろ。個人的にジュラシックパークの一作目はですね、隅々までね、世界観が大好きなんだけど、その理由の一つにですね、恐竜以外の描写はですね、その当時の最先端設備そのままっていうことですね。別にね、2015年のジュラシックワールドを悪く言うつもりじゃないですけど、ジュラシックワールドはね、恐竜以外の部分も、ちょっと技術の進歩があまりにも進んでたじゃないですか。ホログラムとかね。なんかこいつ水分吸って重くなったな。出た。ヘンリー・ウー博士。本作のキーパーソン。だけどね、映画シリーズの方ではですね、2015年まで以後出番がないんですよね。原作小説ではね、もっと活躍するんですけど。そう、ジュラシックパークの恐竜はですね、全部メスなんですね。USJ のアトラクションでもその設定は引き継がれてるんですけど、ゴマスリクソバードにおる3匹のプテラノドンのうち1匹確かオスやったんですけどね、あれは意図的にそうしたのか、ただのボンミスなのかどっちなのかちょっとわかんないですけど、あそこにおるプテラノドン3匹中1匹だけオスです。牛ちゃん。このね、牛ちゃんを釣り上げてるね、クレーンと、あと牛ちゃんのお腹を支えてる支えですね。これね、実はね、USJ 版のアトラクションのラプターペンにもね、ちゃんと再現はされてるんですね。ちょっと、アトラクションの方はね、ちょっと草ぼうぼうすぎてよく見えないですけど、一応再現はされてます。はい。今さ、ラプトルが牛食べてるシーンやねんけどさ、ここのシーンってめちゃめちゃ本作の中でも音大きいシーンやんか。やねんけど、雨の音があまりにも強すぎて、あんまり聞こえへん。ちょっとやばいね、雨降ってる日の、この環境。ちょっとひどいっていうレベルじゃないね。だから梅雨の時期にするなとあれほど言ったのにもかかわらず、この食事のシーンもめちゃめちゃ大好きなんですよね。このフューチャーアトラクションっていうのがね、海外のスクリーンに映ってるの。絶対眩しくて見えへんやん。食べにくいやろって思いながらね、見てるんやけど、ほんまに好きだし。ちなみにね、今、フューチャーアトラクションっていう風に紹介されてたやつの一つの中に、ボートライドの映像があったと思うんですけど、実はあれはですね、本当にジュラシックパークザライドのアトラクション用に作ったコンセプトアートなんですね。実はね、この映画とアトラクションってほとんど同時進行で作ってたんですよ。っていうのもね、今やったらね、基本的にヒットしてる作品をアトラクション化するっていうのが、当たり前っていうかそれが普通なんですけど、80年代とか90年代あたりのユニバーサルスタジオはですね、制作中の映画と同時進行でそのアトラクションを作るっていうよくわからない手法をやってたんですね。で、それでもね、バックドラフトとかウォーターワールドとかっていう名作ができたわけですけど、ジュラシックパークもその一つっていうわけですね。はい。だからね、ジュラシックパークっていう作品はね、本当にね、アトラクションも映画もどっちもね、試行錯誤しながら作ってたっていうね、もうすぐ例のシーン出るんちゃうかな。探求の対象をいたずらに傷つけるだけのいわば自然界のレイプだよ。自然界のレイプだよって言うだね。USJ のパーク内でレイプって言葉が放送されちゃったけど、でも幸い今日ね、雨が降ってるんでね、正直あんまり聞こえなかったです。はい、ティムとレックスが出てきましたね。原作小説の方ではね、ティムがお兄ちゃんなんですね。ツアーカー、エクスプローラーが出てきましたよ。かっこいいね。なんか、USJ にもね、
なんか、70% くらいの再現度のツアーカーいますけどね。そうそう、これはね、電気自動車で軌道に沿ってね、走るんですね。で、さっき言ったね、この当時の技術力の範囲内でしか描いてないっていう話につながるんですけど、この車前方にですね、カメラがそのまんまデンってついてるんですね。そのカメラでレールを読み取って自動走行してるっていう。だから本当に、もしこの車があったら、こういうことをするやろなっていう風に作ってるっていうのがね、非常にごまかしがないっていうかね、非常にいいですね。そんな、仕組みはよくわからんけど、勝手に走ってんねんみたいなんじゃなくて、ちゃんとそういった細かいね、設定とかっていうのもよく練られてて、すごいね、造形がね、素晴らしい作品になってますね。で、さらにね、さっきから言ってる、リアリティがすごいっていう話にもつながるんですけど、このね、中央管制室の奥に映ってる、赤色の光ってる黒い謎の物体ってあるじゃないですか。あれってスパコンなんですよ。当時実際にあったスパコンを5台かな6台かなちょっとわかんないですけど並べてるんですね。だからさっきから何回も言ってるんですけど、なんかよくわからんけどすごい機械が並んでるとかじゃなくって、この1993年にある本物のスパコンを置きましたみたいな。本当にリアリティがすごいんですね。はい、ということで、楽しい恐竜ツアーの始まりですよ。ゲートや、このゲート、やっぱり興奮するよね。てん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 てれれれれれ。USJ はなんでフォーゴネットまみれやねんだね。だってフォーゴネットって別にフライングダイナソーのゲストが全員ルールを守ろうが守らまいが関係なく設置しなあかん設備ですもんね。だから花から設計ミスってるんですよ。あ、ティロバチャウルスや。お前の下番やしょ。ここのシーンめちゃめちゃいいよね。さっきってあれほど恐竜がうんたらすんたらって難癖指名してたのに、ティロフォサウルスですって言われた瞬間にティロフォサウルスだとっていうのもうほんま急に子供に戻る博士たちがめちゃめちゃ可愛い。いや全然見えへんやんか。姿どうなっとんねん。USJ 情報局 LCA Studio. USJ kanji I don't know. LCA Studios. なんかネドリーさ、嫌なやつとして描かれてるけど、言うてること全部正論なんですよね。裏切ったこと以外は基本的に正論しか入れてないんですよ。逆にハモンドはこんなに金持ちやのになんでそこにお金に糸目をつけるタイプなのかよくわからんっていうか、金持ちことケチやとは言いますけど、ティラノサウルスパドック、今車がね出てきたねトンネル、トンネルのデザインはですね、アトラクションで一番最初にくぐるゲートのデザインにも採用されてますね。はい。で、さっきからずっと言ってる話やけど、このフェンスを立てた土木作業員とかレストランで働いてるシェフとか含め、誰一人として情報漏洩しひんのすごいよね。全然関係ない話やねんけどさ、このツアーカーってさ、天窓が映画ではついてるじゃないですか。で、USJ 版にはついてないんですよ。で、オーランドで展示されてるものにはついてるんですよね。だけどね、オーランドで、ね、展示されてるね、車はですね、窓ガラスがですね、ベタベタに黒色に塗りつぶされてるんですね。多分あれね、車内にね、光がガンガン入るんで、劣化が激しくなるからやと思うんですよ。現にね、この映画、もう実際には上下トリミングしてますけど、正方形に近いような、アスペクト比で、本当は撮影してるんですよ。で、これ上下切れてるから見えてないですけど、実は、この天窓あるじゃないですか。なんか、布かなんか貼ってるんですよ。だって、貼ってないと車内、アホみたいに熱くなるんで、だから、この天窓がついてる車って、あくまで
フィクションだから成立するものであって、実力好きないよなっていつも思います。雨どんどん強くなっていく。小雨になっていくはずやねんけどね、全然そんなことないね。このトリケラトプスは実物のアニマトロニクスですけど、やっぱりね、この映画、CG の恐竜と本物のセットの恐竜の使い分けが本当にうまいですね。うんこや。うんこや。よくまあこんなに。食事の前にちゃんと手を洗うんだよ。作中にも暴風雨がやってきた。もう映画がこのリアルに追いついてきた。全然嬉しくないけどね。ネドリーはね、この日本語版の吹き替えをしてる声優さんもね、いい味出してますよね。クレヨンしんちゃんの四郎くんとか、カイジに出てきた、誰やったっけ、名前忘れた。あいつとかね。なんか、ちょっとどこか憎めない悪役を演じるのが非常にうまい方っていう。映画も土砂降りやし、見てるこの環境も土砂降りやし、なんやねんこれって感じやね。さあ、ネドリーが灰を盗みに行きますよ。実はね、ここのシーンね、恐竜の名前のスペルがね、ミスってるんですけどね、USJ 絡みで言うと、ステゴサウルスのスペルがね、ステガサウルスになってるんですね。だけど、これはね、あえて遊び心として、USJ 版のアトラクションの看板も、ステガサウルスっていう風にね、わざとスペルミスを再現してるんですよね。ミスはね、直せないんで、もうネタにしていくっていう、そういう精神なんでしょうけどね。ヤギはなんか見てる人も少ないから反応悪いね。この車って一応システムトラブルで勝手に扉が開け閉めできるだけで、原則は扉ロックされてる状態じゃないですか。なんでトイレがあるんやろねっていうこのめちゃくちゃごっつい懐中電灯っていうかサーチライトですよね。これもめちゃめちゃかっこいいよね。ちなみにこの映画自体は大好きやねんけど、ここのね、ティムとレックスのね、イライラシーンはちょっと未だにね、慣れないですね。なんでこの二人こんなことしちゃったんやろね。雨がね強すぎてめちゃくちゃ寒い。この映像と相まってね、ある意味 4D みたいな感じのところにはなってますけど、考えようのちなみに今登場しているレクシーはですね、アニマトロニクスですね。はい。で、さっきね、この映画はアトラクションと同時進行で作ってたっていう風に言ったんですけど、この当時ユニバーサルスタジオが作った大型のアニマトロニクスなんて、せいぜいジョーズのアニマトロニクスとキングコングのアトラクションで使ったやつくらいしか前例がなかったんで、なのでこのね、ティラノサウルスも試行錯誤しながら作ったらしいんですけど、実際ね、この雨のシーン、水を吸っちゃって、このロボットが重くなっちゃって、全然言うこと聞いてくれなかったですらしいですね。ちょっと待って、ここからね、めちゃめちゃおもろいシーン、大好きなシーンが始まる。ここね、ぜひね、ネット配信とか見れる方はね、一時停止してほしいんですけどね、レクシーが突っ込んでくるシーンで、マルコム博士がね、ガニ股でね、ピョーンって飛んでいくのがめちゃめちゃおもろいですよね。壊れちゃったん。ここのシーンめちゃめちゃ面白いのが、さっきレクシー出てきたやんっていう場所が急に崖になっちゃうんですね。ちなみに
ユニバーサル・スタジオ、ちなみにハリウッドのパートではネトリーのラグリなんかもやりましたけどね、日本でもやってほしいね。ここのネトリー、誰に説明してんねんっていう感じの説明口調がめっちゃおもろい。しかもこのキロンっていう音がね、たまらなく面白いですね。メガネ、落ち着け、後で探すんだ。お前ついに出てきたよな。かわいいのな、お前な。や、あっち行け。かわいいな。どえらいべっぴんさんやろな。もっとでっかいやつ動かすんだ。餌の口悪いけど、ほら、餌なんか持ってきてないんだよ。お前が餌なんだよ。餌なんかないって。だからお前が餌なんだって。お前遊びたいんだな。お前が安いし。ほら、これ、なんだろうな、これ。ほら、欲しいだろ。お前にやるよ。ほら、取りに行け。ほら、さっさと取りに行けよ。バカカンガルーが、後で引き殺してやるからな。ちなみに USJ ではこのジロフサウルス、スピッターって呼んでますね。あらかわいい。どえらいべっぴんさんやのな。面白すぎるやろ、ここのシーン。ここのシーン笑わずに見れるやつなんかおるんって感じやもんね。かわいいのな。この泥で埋もれたバーバゾル缶は時を経てドジソンがね拾うんですよね。よし、この後行っちゃうからな。木の上に家を建てて遊んだことだろ。ここのシーンほんまに好き。何が、私だってないですよね。ほんまグラント博士おもろいわ。ここのシーンね、ハリウッド版のね、オリジナルのアトラクションでもね、再現されてたんですけどね、ちょっと、エフェクトとしては非常に不安定で、ほとんど正常に作動することはなかったらしいですね。もしね、正常に作動すんねやったら、素晴らしいエフェクトやったんですけどね。このアーシガンの着てる黄色いレインコート、USJ でも売ってほしいよね。ここでね、今一瞬映ったね、小道具のパンフレットはですね、日本語と英語の兵器になってるんですね。この1993年はね、まだ日本がね、ブイブイ言わせてた時代なんで、日本人の観光客が来て当然やろうっていう感じやったんでしょうけどね。ちなみにね、このイサバのジュラシックパークはですね、コダックがスポンサーって設定なのかどうかわかんないですけど、パンフレットにもね、ちゃんとコダックが、の広告がね、載ってるんですね。ちなみにね、2015年のジュラシックワールドはサムスンが提供っていう設定なんで、至るところにね、サムスンの看板が出てくるっていうね、多分あんま気づく人いないとしようけどね。走って走って、もっと早く。もっと早くしろ、早く。早く出せ。あらかわいい。どえらいべっぴんさんやのな。ここのシーン、トイストーリーの映画でもパロディにされてましたよね。ブラキオサウルス。かわいい。ちなみに、有名な話ですけど、炎の王国に出てきた、死んだブラキオサウルスは、ジュラシックパークの一番最初に出てきたブラキオサウルスと同一個体らしいですね。正直ちょっとそれは、個人的にはいらん設定やなって思うんですけどね。もうそれ知ってからもうめちゃめちゃあのシーン悲しくなりましたもん。だって英語版で見た時もね、涙出そうになったもん。あのシーンあまりにかわいそうすぎて、一匹だけ残されて、他にもね、みんな死んでますけど、ここのシーンのブラキオサウルスはアニマトロニクスなんですけど、ほんまにべっぴんさんですね。造形が素晴らしいっていうか、
なんか上手の時もそうやったけど、ずっとべっぴんさんしか言うてへんけどね。ほんまにでも可愛いもん。いい子ね。さあおいで。ほら。可愛いって言うたけど、さすがにあれされたら叩きたくなるかもしれん。たまげた。メスしかいないはずなのに卵が生まれてる。どうしてや。これがね、さっき冒頭らへんで言うたグラント博士のね、シートベルトの下りに通じるものがありますね。その生命は常にね、道をね、見つけるんですね。これって映画の中では特に描写されてないけど、二重の恐竜がおるっていうことなんかな。今から流れるね、シーンはですね、これなんて恐竜やったっけ？ガイミムシだ。ガイミウスですね。もしかして。こいつらがね、走るシーン。ここのシーンはね、計画当初から CG でやりますっていう風に決まってたんですけど、逆にこれ以外のシーンはね、CG でやるつもりはなかったんですって。だけど、このね、CG 黎明期のこの当時に、試作で作った恐竜の映像がですね、あまりにも素晴らしい出来だったんで、もう全面的に使おうじゃないかっていう風になって、これ以外のね、ティラノサウルスとかブラキオサウルスとかにも CG が使われるようになったらしいですね。はい。今見てもこの CG のシーンって全然色褪せないですもんね。ちなみに今倒れてる大木はですね、今も残ってるらしいですね。観光地になってます。単に遅れてるだけだよ。大手のテーマパークには遅れがつきものだ。あ、ちょっと待ってよ。ディズニーランドでさえオープンした。何一つうまくいかなかったモナリムの海賊がたとえ壊れても逃げを食ったりはしないぞ。やばいぞ。USJ でディズニーランドとカリブの海賊っていうのが爆音で流れちゃった。こんなに焦ることはない。もう少しこれ歴史的瞬間やろ。エグスパス。この映画のスパスはね、結論から言うと何の役に立たへんけどめちゃめちゃかっこいいよね。スパスはですね、ターミネーターの1作目とこのジュラシックパーク、どっちもね、すごいね、描き方がかっこいいですね。ラプトルちゃんが逃げちゃってる。かわいいな。足跡まで可愛いもんな。電気はまだ来てないな。最低。最高だよ。ブラント博士は割とやっぱり終盤まで大人げないですね。テデン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 。ここのシーンに出てくる機械あるじゃないですか。オーランドのパークのショップにはですね、プロップスでね、これがね、置いてあるんですね。だからね、オーランドのパークに行けば、ハンドルをね、上げ下げするね、あれもできますよ。オーランドはね、だいぶ前に行ったけどね、また行きたいね。僕飛び降りるよ。ティモくん。息をしてない。やったー、これで全部元通りよ。あら、かわいい。かわいいのな。アーノルドさん。あらまあ。なんやろ。USJ でアーノルドさんターキーレッグ売ってくれへんかな。雨がちょっと弱くなってきましたね。今更弱くなってももう遅いけどね。ここの緑のゼリー、だいぶ前にグレーテルのかまどでも紹介されてましたよね。何でしたっけ、こんにちは瀬戸康史ですって番組ですけど、
ラプトルは扉を開けるんですね。そういえばさ、ちょうど先日日本でもさ、どっかの工場かなんかに、潜んでたクマが、工場内にある水道を自分で蛇口ひねって水飲んで窓を開けて逃げたっていうね、ニュースがね、ありましたけど、知能が高くて、人間みたいにね、こう、掴む強力なね、手を持ってる動物ってね、ほんまね、強いんですよね。パオ、パオ、パオ。このパオ、パオ、パオっていうね、声で、たまらなく可愛いですよね。何でしたっけ、ハエの軸っていう漫画の作者の、金田一連十郎っていうね、人も、この声がね、好きでね、よく真似してたって言ってましたね。でーでーこのね、鏡を使ったトリックはですね、何やったっけ、地獄先生ヌーベイのね、頭んばの回でもね、なんか使われてましたけどね。多分ね、この映画を参考にしてるんやと思うんですけどね。ここね、スパス拾ったりよ、ティム君って思うんですけどね。こういうね、映画に対してね、水を差すようなことね、言うのはね、非常に野暮ですので、私はね、大人やから言いませんけど、拾えよって思うんですけどね。ジャムっちゃった。さすが機械音痴のグラント博士はね、もうあまりにも音痴っぷりが冴えまくってて、むしろちょっと怖いわ。落ちたシーンはですね、実際にはスタントマンが落ちてるんですけど、顔の部分だけ、子役の子にね、すり替えてるらしいですね。雨やんだね。いや、今更やんでも遅いねんけどね。ここのシーン、絶対死んでるよって感じですけどね。慎重に検討してみたんですが、やっぱり水洗浄なんかかけませんよ。賠償だ。メンテナンスルートジアース、めっちゃかっこいい。ここのシーンね、アワーアスパークにね、なってるんですね。本当に芸が細かい。1作目はね、インジェン社の存在が空気でしたけどね、2作目からね、だいぶ電話がね、増えてきますよね。USJ のね、エリアでもですね、ここ最近ね、なぜか急にね、インジェン社のロゴがね、たくさん設置されてね、映画の世界にね、より近づいていいなって思います。ここでラストにね、出てくる動物が、ただの普通の鳥っていうのがね、やっと現実に帰ってきたみたいな感じの演出になっててね、非常にね、いいですね。やばい。ジュラシックパーク本当にね、名シーンだらけすぎてね、この GoPro ね、ほとんどずっとね、回しっぱなしでしたね。止めるいとまもほんまになかった。ということで見終わりました。途中リタイア続出により、誰も見ていないことも相まって、ジョーズの時のような拍手だとかは、ほとんどなかったですね。各言う足も寒さと尿意でそれどころじゃなかったです。でもさすが、こんな日に来てる人たちは面構えが違います。ほとんどが映画ガチ勢といった印象でした。すごい。マジックワード。いや、めっちゃリアルですね。すごい。かぶるとまたいいっすね。バカカンガルーが後でひっくらしてるからな、みたいな。さ、映像やと分からへんと思うけど、これズボン、びしょびしょやねんけど、もう完全に重さ変わってる。もうズボンの重さが
完全に変わってる。雨の中見るようなもんじゃないね。とにかく今日はね、土砂降りでね、本当にひどかった。で、めちゃくちゃ寒いねんけど、まあ、寒さはね、一応ここ譲って我慢するよ。雨の音でね、スピーカーの音が完全にかき消されてたのが本当に非常に残念やった。まあ、皆さんね、こんなね、土砂降りの中で見てるだけあってね、まあ、もう本当にジュラシックパーク愛がね、強い方ばっかりなんで、本当に皆さん興奮はされてるんですけれど、この皆さんにですね、ジョーズの時のような最高のコンディションで楽しんでほしかったなっていう残念な部分はあるんですよね。だからね、USJ さん、ジュラシックパークもう一回やれ。